まあルアーも大事だけど、その糸の重要性っていうのが、はい、ものすごく高い世界だと思う、他の釣りから比べてもね。そうですね。でまあベストじゃなくてもいいけど、そのベターな糸っていうのかな、はい、ではもう圧倒的にナイロン。ベストで常にやるって難しいんですよね、この世界って。そうですね。魚自体も多様で、でも釣れちゃうから、釣れてそれで終わりじゃなくて、じゃあ釣れた理由をその継続的に続けられる釣り、どれがベストなんだろう、要はベターな道具でベストな釣りを見つける、そんな感じでやってると、やっぱナイロンっていうその重要性。そうですね。でそのナイロン、森田さんちなみにどんぐらいの割合ですか？ナイロン、エステルフロロ、P。ナイロン95。95。はい。P4%。エステルフロロ0.5。ほぼもうナイロンと、まあバーサタイルな釣りは P かな。もうそれで要はなんとかしようっていう方法。自分なんかもまあほぼ似てるんですけど、ナイロン9割、で残りの下に SLP フロロが入ってるんですよ。でも全くないもダメなわけなんですよ。そうね。でその9割を自分のナイロンの9割の釣りを生かすために、その下が控えてるというか、もうバランス的にはもうヤスの方が全然バランスがいい。あ、そうですか。いや森田さんは多分コントロールできるんですよ。俺はまだそこまでできないから、多分もう他の糸に助けてもらって、その残りナイロンを輝かせる。まあ頑張ってやってればなんとかなるもんだよっていうのが僕の世界観で、バランスがいいのはもうヤスぐらいの方が、でもそれでもナイロン変愛者だよね。そうですね。普通の人だったらまあ3割とか、そうですね。136みたいなそんな感じだと思うんだけど、でもまあ一つのその糸を使いこなすことで今まで見えなかったものが見えるっていうのがすごく大事だと思うんで、だから今ナイロンから PS に変えて見えたって人は、まあそれでいい。でも次のステップでまたナイロンを使ってみる。自分が成長してその上手くなった今の知識で、じゃあ元に戻ってみようっていう、ナイロンを使ってみよう、フロロを使ってみようっていう、こういうのがすごく自分のためになると思う。はい、そうですね。後々その短い時間で見たらすごい結果が出るんですけれども、それをもうちょい長い目で見て、例えばその瞬間の30分の結果じゃなく、半日1日の長い目で見た時に、やっぱりこうしっかりまとまってくるのは僕はナイロンじゃなきゃダメかなっていう。まあそこまで行く前にいろいろ本当試せるなら試してほしいし、そうですね。本当自由っすよね。自由にこういろいろ回してみて、試すのが一番楽しいところかなと思いますけどね。そう。だから変にこれだけって決めないで、そうですね。いろいろ試してほしい。決めつけはやっぱスプーンの釣り、まあこの釣り自体がもうこれだっていうのよりは、じゃあこっちの振りはどうなの、こっちの振り方はどうなのっていうのも、一日の中で時間があるのならば楽しめれば。昔は選択肢が少なかったけど、今は選択肢が多くて取れる情報も多いじゃないですか。糸からの情報的にね、いろいろこう得るために、まあそれをやっててやり続けるともう止めどもなく、終わりのない世界っていうのかな。そうですね。それがいまだにね、トーナメント出なくなったけど、缶釣り楽しいなと思ってやってるのが今の僕なんで、やすくんもそんな試合には出られてないけど、常にでもその自分の釣りを見つめながら向上心を持って、少し去年の自分とは多分違うって思いながら成長しながらやってんだと思うんですけど、試合に出てその今できる自分のスプーンの表現がその時間内に作り上げられるかとか、まあ簡単じゃないですよ。簡単じゃないですけれども、やっぱりできない時もあれば、できる時もあるんですよね。もうその時にみたいな、決まったみたいな、それがもう本当に俺の中ではもうこの釣りがこ
これ以上はねえぐらい楽しいみたいな。わかる。それはすごくわかる。まあそんなね、自分の要はエゴでやり通すっていうのかな。まあこれができるのがこの世界の面白さでもあるし、まあそれじゃなくてみんなに合わせて釣れるものをこう常に情報を発信しながらそれを使ってってやるのもありだし、例えば人が持ってない色のルアーでそれで圧倒的に勝つっていうのも起こるし、だからそんな中でやっぱ自分が納得した釣りで、まあある程度やってるとね、こう勝ちたい、これで勝たなきゃね、無理くり勝っても面白くないんだよっていうのができるのもその半釣りの面白さっていうかな。それがぶつかり合うから大会って楽しいんですよ。そう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 。で負ければ負けたでやっぱりその人の釣りが勉強になるじゃないですか。やっぱりいまだに全然聞きますもん。どうやって釣ったんですかみたいな。そういうの大事で勉強になって、あじゃあ次釣り場行って釣りした時にやってみようとか、そういうのにもなるんで。お二人の話聞いてて、最後にちょっと質問がありまして、実際にナイロンの釣りをメインで組み立ててお二人やられてると思うんですけど、ナイロンはなんかお二人の話聞いてるとアングラーを成長させるなっていう感じに私は聞こえてるんですけど、やっぱりそういう要素もありますか？めちゃめちゃありますね。あります。じゃあエステルはないのかって言ったらエステルもありますよ。その幅が広くやればやってるキャリアの長い人たちがこの当たりの質の違いっていうのがあるんだって気づいた時に、じゃあナイロンだとそれが明確に伝わりやすい。でもエステルだとそれが狭いんだなって分かった時にナイロンのその本当の使い勝手の良さっていうのがあって、それが要は釣り人をさらに成長させる、最後のそのところっていうのかながあるって感じですかね。弱い当たりをなんつうんですかね、この弱い当たりを自分のコントロールで強くした時の強を確認したいというか、でやっぱりその弱い当たりを強くするに向かっていくその組み立てっていうのもあるじゃないですか。その弱い強いをその認識間違えてもらっちゃ困るのは、こう手元にゴツンとくるのが強いじゃなくて、いい当たりっていう意味で、そうですね、強い当たり、しっかりした当たりっていう意味で、そのガツンってくるのが強い当たりじゃなくて、安塚君の言ってるその強い当たりね、これはいい食い方、どのタイミングで合わせても、まあ例えば安なんかはさ、合わせがすごい強いじゃん。そうですね。で要はどんな合わせても外れない、いい当たりっていうのはそういうことなのね。要は俺が言う乗せるの合わせない釣りで乗るのも、その安が合わせて乗るのもバレないのは、それがいい当たりだからその組み立てがしっかり完成したから、まあ大きい、まあ強いっつってもそんなオラーってやる感じじゃないですけど、本当に力を抜いて俺はどちらかというとモーション大きめなんですよね。それで外れない当たり、バレない、ジャンプしても外れない、網に入ってかかりがいい。それをだから強い当たりっていうと勘違いする人が多いから、もっといっぱい強く、そういい当たりっていうね。そうですね、いい当たり、いい当たり。じゃあさっき話にあった森田さんのティップも硬い、俺も結構ゴールドウルフは硬めなんですよ。で俺の場合はそのなんていうんですかね、その竿に先を持ってかせる柔らかい竿っていうよりは、その硬いティップを魚を本気にさせて当たりを強くいい当たりにする、この硬いティップを引き込ませるよみたいな意味で、ゴールドウルフってやっぱティップが硬いんですよ。森田さんの硬いっていうのはどうなのかな。もともとだから俺はねスラッグを出して、その引き込み分を作ってるのね。だから要はティップが曲がることでその引き込み分をいらないのよ。なるほど。で初期がかりを安定させてこう針先を残すために、ティップが最初に硬くないと柔らかいとビニョンってなって針が外れやすくなっちゃうんで、逆にこの巻いてる釣りってずっと要は抵抗をかけてるわけ。そうですね。だからその安定したその竿先の硬さの方がかえってその合わせなくて針先が少し残って横向くまでのそのラグを作りやすいっていうのかな。
曲がる竿だとじゃあこれでここで合わせようと思うとワンテンポ遅れてフッキングするからティップ柔らかいの嫌で、その硬いナイロンで、昔のナイロンでもいける、伸び伸びナイロンでもいけるっていう意味で硬い竿で人間側がそのスラック分引き込み分をコントロールして合わせのタイミングをアジャストするっていうためにどっちかっていうと俺はティップを硬くしてる。なるほど。だから要は道具が何かするのが邪魔なの、だからティップを硬くしてる感じかな。ちょっと近いっすね。そうね。やっぱりスプーンの釣りと一緒で、そういい当たりを育てるためのにはやっぱりそうやって、あえて無駄と思われるっていうのかな、いらないじゃん。では実際こう巻いてる釣りって食い込みって言うけど魚食い込まないんで、1回のその刹那の触りからの全部一連の動作の中で起こる世界だから、その後にもう一回バクって加えてくれるっていうよりは1回の加えたのをどう処理するか、どう処理できるかっていうのがあって、人間側の技術介入が入りやすいのはそのティップが入らない竿、っていう感じかな。なるほど。だから多分ヤスもそれがね当たりのその質の違いっていうのが分かってくると、多分そういう方向になってくると思うんで、なるほど。まあそんなのをねこう気にしながら、そうですね。やれるようになるとまた一段また楽しくなる。レベルアップもするし楽しくなるしって。やっぱ自分がレベルアップすることで楽しいって思えるのもねすごく大事だね。そうですね。でこのやっぱり世界というかこのスプーンの自分の前の水の中にいる魚をコントロールできて作り上げた世界。これがまあ見えてればはっきりわかるけど、見えてなくてもそれがねイメージの世界になるんですけれども、やっぱそこで糸の力を借りてより明確にするというか、その世界観を。だから見えてない世界でなんとなくこう見えるように、それを理解できるようにってやってるのが俺とかヤスの釣りなのかなって思ったね。はい、ありがとうございます。そうです。いや、そうやってね上手い人が出てくると、今度また戦ってみたいなって気になるけどね。もうおじさんなんでさすがに無理かな。ぜひ出て見たいですよね。見たいですよ。体力がないんですよ。まあ相当だからね当時も頭フル回転でやってるから甘いもの欲しくなったり、脱水症状になっちゃうぐらいなんかもう熱中してやってたけど。もう命にかかるんでね。さすがに。まあ機会があればまたやれればなと思ってますけど、まあできるだけもう後進の人たちに託して、僕はもう人を育てる方でいきますんで、まあぜひね疑問にあることがあったら釣り場で見かけたらいつでも声かけてください。はい、うちのメンバーはみんな自分の思ってることをちゃんと答えてくれるんで。そんな感じです。